皆様こんにちは。春の日差しが心地よい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか？ペロと申します。現在の時刻は夕方の4時。天気は晴れ。機材は B737。富山県富山湾上空を飛行中。窓からは立山連峰が見えます。ただいま、新潟空港へ向かっております。今回は3連休のお休みが取れたので、新潟で過ごしたいと思います。新潟にお邪魔するのは今回が初めてです。現在私が新潟県について知っていることは、日本最大の米菓メーカーである、亀田製菓株式会社があること。お米とお酒とお魚がめちゃめちゃ美味しいらしいということぐらいです。ちなみに私はハッピーターンが大好きです。今画面下に流れている川が、日本の川の長さランキング、ナンバー1の信濃川です。そして今、ちらっと見えたのが農林水産省管轄の、日本で唯一、直線1000メートルのレースを開催している競馬場、新潟競馬場です。今回は一人ではなくて、現地で旅行仲間の先輩、元ラグビー部と合流予定です。だいたい食事をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。また数ある旅行動画の中からこの動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。無事、到着いたしました。ANA の皆様、安全かつ定刻運航感謝いたします。ベルト着用サインが消えるまで、シートベルトをお締めになったままお待ちください。やっと着きました新潟。機材は ANA の旧型。絶対食べたいお魚のハタハタ。いつも見てくれて感謝。視聴者の方々。とあまりにもワクワクしすぎて韻を踏んじゃいました。飛行機の中で暇なのでずっと考えていました。空港のバス乗り場へ向かいます。それにしても新潟空港、めちゃくちゃでかいです。鹿児島空港や仙台空港ぐらいのサイズ感はあるような気がします。それではバスでホテルへ向かいます。20分ほどバスに揺られまして。バンダイシティで降りますよ。少し歩きまして。2022年2月にオープンしたばかりのこちらのホテルでお世話になります。すごい豪華なアパホテルです。ロビーがすごいゴージャスです。それではお部屋チェック。なんということでしょう。めちゃめちゃ綺麗なお部屋です。ベッドもテレビもでかくて。壁紙が洒落ています。寝てみました。映画館にいるようなサイズのテレビのでかさです。私がお邪魔したタイミングだと VOD が無料でしたので映画好きの人には最高だと思いますよ。枕元の電源も充実していて助かります。窓からの景色も新潟駅が見えていい感じ。それではお風呂に入って晩ご飯を食べに行きます。先輩と合流して晩ご飯を食べに行きましょう。ホテルの前で先輩を待ちます。ホテル近くのこちらのお店でお食事したいと思います。ウーロン茶ですが新潟の夜に乾杯。まずは空豆を。ホクホクでほのかに塩気が効いて、いいですなぁ。国産味のアジフライです。めちゃめちゃ肉厚ですな。タルタルソースとレモンをかけまして。
揚げたてで、サクッとした衣と、ホクホク柔らかい味のハーモニー。タルタルソースも合いますね。お刺身盛り合わせを。イワシ、マグロの中落ち、ブリ、サクラマス、タコ、カニカマです。まずは大好きなイワシを。ワクワク。Y 全身でイワシの旨味を堪能中。ねっとりしっとりして、ほのかに脂が乗っていて、新潟に来てよかったという気持ちで私の心は満たされました。何枚でも美味しく食べれます。サクラマスです。ワクワク。プリプリのカツオみたいに。いや、横はマグロ並みに柔らかくて、サーモンみたいに脂乗ってて、めちゃめちゃ美味しいです。富山で食べた、マスの寿司のサクラマスも美味しかったですが、お刺身でも美味しい。ブリのお刺身を、この厚み多分銀行で引き出してきた100万円ぐらいの厚みですよ。今シーズン最後の天然ブリだと思いますが、脂乗ってていいですなぁ。ハタハタの一夜干しを。これは、サワラのようなプリプリさ。そして脂乗ってて、地味深くて。先輩のおすすめで注文しましたがたまんねえですわ。だし巻き卵も。これはだし巻き卵の皮をかぶった和風だしオムレツですわ。めちゃめちゃふわふわですね。お箸と咀嚼が止まりませんなぁ。満を持してサバの味噌煮を。上品な脂と、ふわっとした肉厚の身がいいですね。端っこの部分が脂プルプルで美味しい。このサイズで600円は半端ないですなぁ。最後は吹き味噌おにぎりとお味噌汁です。お味噌汁を。お揚げがふわっとしていて、優しい出汁です。おにぎりは吹き味噌とのことですが、吹きのとうと味噌を和えたやつなのかな？塩辛くなくて奥深い味です。こんだけ食べて、割り勘4000円、ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。20メートルほど歩いて。あれ？こんなところに、親子丼屋さんが。さてここからは、先輩の友達も合流して3人でお食事です。お通しのホタルイカを。もちもちして珍味ですなぁ。ごま豆腐を。濃厚なごまの風味が口の中に広がり、食欲をそそります。これは第2ラウンドのゴングが鳴りました。南蛮エビのお刺身です。身をいただいてから、頭の味噌をチュルッと。これは、富山で食べた白エビと、鳥取で食べた、モサエビの中間のような、めちゃめちゃ甘いエビの身と濃厚なエビの頭が、なんとも言えませんなぁ。アスパラガスの天ぷら。春はアスパラガスのシーズンですが、それにしてもすごく大きいです。塩をつけて、噛むとアスパラガスの香りが鼻孔を直撃。苦味を感じれて、そして春らしい野生味あふれる味わいです。本日2回目のブリのお刺身を。舌触りが滑らかですなぁ。生牡蠣はめちゃめちゃクリーミーでした。エビとレンコンの挟み揚げを。レンコンがサクサクして、エビがプリッと。春のシーズンの海と山のコラボ。季節感を感じる風流なお料理です。
上杉謙信公が青年期を過ごし、初陣を飾った新潟県栃尾市名物。栃尾揚げという料理です。ネギと味噌をお揚げさんで挟んだハンバーガーのような。おー、ふわっとしたお揚げさんなんですが、これは分厚いお豆腐みたいですね。味噌が少ししか挟んでいないのですが、すごい破壊力です。このネギと味噌のコンビ、昔飛騨高山で食べた、朴葉味噌がフラッシュバックします。山菜の天ぷらです。フキノトウの天ぷらとのことです。苦味があるんですが、後味がめちゃめちゃ爽やかです。これも季節を感じる一品ですなぁ。わらびもシャキッとしています。お楽しみにしていた親子丼。ウニソースですか。手ぐらいの濃厚な黄色。まずはお味噌汁を。タケノコが入っています。ここでも春を感じますね。卵の黄身の暴力のような親子丼です。めちゃめちゃ濃厚で卵の味が前面に主張してきます。鶏肉は柔らかくて、表面を焼かれていて、香ばしくて一手間も二手間もかかっています。こうで調べると新潟ブランドの、腰の鶏と、思い出の卵が使用されていると、あと、完熟、半熟、全熟の3層になるように、調理されているみたいです。3種類の親子丼を食べたような満足感。春の訪れを感じる料理の数々ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。ホテルへ戻ります。ホテルへ戻りました。お腹いっぱいなので休みたいと思います。糖質の吸収を抑えるために、体健やか茶 W は寝る前に飲んでおきます。おやすみなさい。それでは、この尺を利用して少し大浴場のレビューを。結論から言いますと、ホテルのお風呂と考えるとめちゃめちゃ大きいお風呂でした。30人くらい入れそうなでっかい内湯が1つ。ジャグジー付きの寝湯が3カ所。露天風呂は外は見えませんが、外気が取り込まれる設計になっています。露天風呂は1つと、後壺風呂が2つ。内装は大理石だったり、竹だったりで和風なテイストを感じます。サウナはなかったのですがゆったり入れる素敵なお風呂でした。これは違う日に撮った動画なのですが、ホテル名にリゾートとつくだけあり、アジポンプールってのがありました。夏は気持ちよいでしょうね。有酸素運動とストレッチが可能なジムもありました。利用していませんがスパもあり、この辺りもリゾート感を感じさせてくれます。あとめちゃめちゃ大きいホテルなのですが、1階にローソンがあり、ホテル内でお茶などを購入できます。エレベーターは6基あり、外出する際のエレベーター待ちもそんなになかったです。おっとそろそろ朝ですね。おはようございます。2日目の朝10時30分です。今日は先輩と一緒に新潟の街をうろうろしたいと思います。まずは朝ごはんを。バンダイシティバスセンターに向かいます。カレーの美味しそうな匂いが漂ってきています。こちらのお店のカレーを食べたかったんですよね。いただきます。これは甘みを感じるカレーですな。とろみを感じるルーに玉ねぎ、人参、豚肉。そして後味が少しスパイシー。玉ねぎがたくさん入っていて嬉しいです。ミニサイズでこのサイズ。食べ応えめっちゃあります。こちらのバスターミナル。ラーメン屋さん、パン屋さん、おにぎり屋さん、
などなど飲食店がたくさんあり、めちゃめちゃ便利そうなバスセンターです。ごちそうさまでした。それでは昼ご飯を食べに行きます。15分ほど歩きまして、ピアバンダイという飲食店がたくさんあるところに来ました。タバコ休憩中なのですが、向かいのでかい建物はトキメッセです。コンベンションセンターらしいです。美味しそうなお魚屋さんがありました。ブリ、アユ、赤魚、カレイ、サバ、ブリカマ、ノドグロ、タイ。ノドグロの塩焼きを買ってきました。いただきます。めちゃめちゃ美味しそうな香りが漂っています。最近食べたノドグロの中で一番大きいと思います。火がいい塩梅で、中身がふわっと柔らかいです。特にお腹が脂乗りまくっています。飲食店で食べたら3000円から4000円くらいしそうなサイズ感のノドグロですが、ご覧の通りお箸が止まらないです。ごちそうさまでした。あれ、こんなところに回転寿司屋さんが。しかし満席で入れず。斜め向かいのこちらの別館。回転寿司屋さんの別館を利用させていただきます。特選10貫盛り合わせになります。赤エビ、イカ、サワラ、金目鯛、サバ、マグロ、イワシ、小持昆布、ヒラメ、ノドグロらしいです。赤エビ、イカをサクッといただきまして。サワラを。炙られていて香ばしい味わい。魚辺に春と書いてサワラ。季節感を感じる握りです。続いて金目鯛を。口当たりが優しくて甘さを感じるお寿司です。小持昆布です。人体を切った時のようなブチブチ感。噛むとプチプチ感の中に昆布の香りが広がりますね。磯の風味で口の中が日本海です。最後はやっぱりノドグロでフィニッシュ。ごちそうさまでした。それでは次は観光スポットへ向かいます。3人なのでタクシーに乗りまして、カメラを回し忘れたのですが、ツタヤの本店が途中にありました。白山公園に到着しました。ワッツ。新潟。モニュメントのところの猫の絵ですが、漫画家の小林誠先生の絵ですね。エレベーターで空中庭園へ向かいます。1階、2階と、その次は6階です。新潟市民芸術文化会館、ユートピアの上が空中庭園です。さっきいた新潟のところが画面下。桜が本当に綺麗ですなぁ。信濃川沿いも桜並木でいいですなぁ。あそこに行ってみます。目の前に桜が見えますね。地元の方らしき人たちが散歩しています。河川敷を歩いて、桜の木の下で寝転んでみました。空と桜、贅沢なロケーションです。天気が良くて湿気がなくて気温は26度。春らしいそよ風が気持ちよくて、1時間ぐらい寝転んでいました。それでは少し散歩しまして、バンダイバスセンターの方へタクシーで向かいます。それにしても今いた白山公園なのですが、芸術文化会館、空中庭園、陸上競技場、体育館、新潟県政記念館、重要文化財などなど、市民の方の憩いの場ですね。日曜日なのもあって、
たくさんの人が公園を楽しんでいました。伊勢丹に入ってみます。エレベーターに乗って7階へ向かいます。お蕎麦を食べたいと思います。へぎそばとタレカツ丼のセットにしました。いただきます。まずはへぎそばから。おー、すごい弾力があり、こんにゃく麺並みの跳ね返り具合です。そして喉越しもツルツルしていてたまりませんなぁ。ふのりという海藻をつなぎとして練り込んだ、お蕎麦をへぎそばというらしいのですが、いわゆる日本蕎麦とちょっと違った食感ですが、わさびを入れると出汁にパンチが効いて、より一層美味しくなりますね。次はタレカツ丼を。一見、見た目は普通のトンカツですが、ヒレカツなのですが、すんごい柔らかいです。タレは甘しょっぱくて、カラッと揚がった衣と合いますね。ご飯ももちっとしていて、トンカツといいコンビ。揚げ物なのにあっさりしているカツ丼です。これはソウルフードと聞いて納得。シンプルだけど美味しいカツです。最後は蕎麦湯をいただきます。ごちそうさまでした。それでは先輩と先輩のお友達とお別れして、ホテルへ帰りたいと思います。少し休みます。おはようございます。夜の8時です。少しお昼寝が過ぎました。朝から食べっぱなしなので、晩ご飯はあっさり行きたいと思います。少し歩きまして。早歩きで40分くらいかかりました。結構バテています。見えてきました。こちらのラーメンを食べてみたかったんですよね。豚中華に玉ねぎトッピングしました。まずはスープから。醤油味のスープがまずは主張してきます。その後に嫌顔でもスープに入る玉ねぎがサクサク。醤油と玉ねぎがいいバランスで、玉ねぎめちゃくちゃ美味しいです。麺は二郎系ラーメンで出てくるサイズの中太麺ぐらいのサイズかと思います。もちもちしていて、スープに絡んでうまいです。岩海苔を溶かして食べると魚介系のラーメン感が強くなりますね。そしてこのメンマめちゃめちゃ美味しかったです。シナット系のメンマなのですが、ごま油みたいな風味で香り高いメンマでした。それではチャーシューを。なんということでしょう。焼肉屋で食べる豚トロみたいなチャーシューです。プルプルで甘くてスープと玉ねぎと合いますね。白ご飯が欲しくなるチャーシューです。後から来たお客さん見て知ったのですが、食券を渡すときに背脂の量を増やしてもらったりできるんですね。玉ねぎは追加して本当に良かった。大好きな玉ねぎが美味しく食せます。旅行仲間の先輩から、新潟行ったら、燕三条ラーメンは食っとけ。って言われたので、お邪魔しましたが大正解でした。ごちそうさまでした。それでは、帰りも 3km 歩いて帰りましょう。それにしてもさっきまで先輩のお友達がいたので、ワイワイ旅行してましたが、一人になると少し寂しいですね。新潟駅の南側行きました。新潟駅は現在工事中みたいで、
たまにこんな殺風景な通路もあります。それではホテルまで戻ります。往復 6km でしたが、意外と歩けるものですね。明日は朝が早いので、休みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝の8時です。今日はお昼の12時の飛行機なので、朝ごはんを食べて、新潟空港へ向かいたいと思います。ホテルの近くの、やっぱり新潟で朝ごはんは、おにぎりですよね。酒親子のセットにしました。ワクワク。いただきます。初手は味噌汁を。あっさりめの味噌汁です。なんということでしょう。うまい寿司を食べた時にシャリがパラッと、口の中でほどける。みたいな表現がありますが、このおにぎりもめちゃくちゃ柔らかいです。これはおにぎり界の寿司ですわ。海苔は焼き海苔でおにぎりの塩っ気の邪魔をしなくて、海苔の香りを楽しめます。おにぎりの具は鮭の身のほぐしですね。味噌汁を挟んで、次はもう一個のおにぎりを。こちらは鮭とイクラのおにぎりです。ふわふわおにぎりにイクラの風味が合いますね。あまりにも美味しすぎておにぎりを追加注文。肉味噌おにぎりです。インパクトがある味噌味に味付けされたひき肉が濃厚です。たまにザクザクという食感。ジャンク感を感じるのは食べるラー油かな。こんなに濃厚な味噌がおにぎりに合わないはずがないです。大きいおにぎりですが一口食べると、どのおにぎりも具に達するのが嬉しいですね。今日はいいことありそうな気分になる、美味しい朝ごはんでした。ごちそうさまでした。いやー美味しい朝ごはんでした。バスセンターに来ました。バスに乗りまして空港へ向かいます。到着しました、新潟空港。まずは問答無用で展望デッキへ。100円払ってバーをくぐります。ようこそ、新潟空港へ。この時間は飛行機が到着していませんね。佐渡島は左手奥の方向ですが、さすがに見えませんね。これが噂のジャングルジムですか。登りたいけど怪我しそうなのでやめておきます。そういえばなのですが、先日はコミュニティ機能のアンケートのご協力ありがとうございました。1位はベトナムホーチミンで、2位はタイ王国のバンコクでしたね。はじめの海外旅行は、この2国のどちらかにしようと検討しています。たらい船と美しいステンドグラスです。新潟空港 PR ルームって部屋がありました。このキャラクターたちは確か新潟駅周辺でも見ましたね。路線はあちこち飛んでいますね。当分は厳しそうですが、ロシアへの路線も豊富な模様です。お土産も買いました。新潟名物、笹団子。よもぎの香りが上品なお餅でした。亀田製菓のサラダホープ。米の風味を感じるあっさりしたおかきです。最後はバスセンターのカレー。めちゃめちゃ美味しかったので買っちゃいました。搭乗まであと1時間。何か食べたいですね。右と左どちらのお店にしようかな。左のお店にさせていただきます。タレカツ丼と、新潟県村上茶そばのセットにしました。
いただきます。もちっとした食感と、お茶の香りがいいですな。シコシコしていて気持ちいい食感です。それではタレカツを。おう、今日食べるタレカツも美味しいです。私ここ最近圧倒的にロース派なのですが、甘しょっぱいタレとヒレが合いますね。美味しい昼ご飯ごちそうさまでした。これから乗る飛行機が到着しました。時間なので飛行機に乗り込みます。機材は DHC89400、通称ボン級です。それでは2泊3日の新潟旅行もこれにて終了。少しレビューをさせていただきたいと思います。実はずっと前から来たかった新潟県。今まで2回減便の関係で、新潟旅行がキャンセルされていたのですが、3度目でやっとお邪魔させていただくことができました。ただ、今回4月の上旬に旅行してるのですが、暖かくて湿気がなくて桜が綺麗で、めちゃめちゃいい時期にお邪魔をさせていただいたのではと思います。白山公園よ、この信濃川河川敷の桜の木の下で寝転んでいたのが今回の旅行のハイライト。本当に気持ちよかったです。食事もお刺身のイワシ、桜マス、ハタハタの一夜干し、カレーライス、タレカツ、全部美味しかったです。先輩は美味しいって言って、ずっと日本酒を飲んでいましたが、私はお米が美味しかったです。一点だけ残念だったことは売り切れで、村上牛っていうお肉が食べれなかったことですかね。あと今回は、新潟駅と磐梯バスセンターの間に宿泊していたのですが、古町っていうところにも、たくさん飲食店があるみたいですね。次回はそちらに宿泊したいなと思います。それではそろそろお別れの時間ですね。実は私の動画って最後まで見ていただける方が全体の再生数に対して 20% なんですね。いつも最後までご覧いただいている皆様、本当にありがとうございます。信濃川河川敷の風に揺れる満開な桜とともに失礼いたします。次回もお会いできれば幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。